以前にオス猫の驚くべき真実をご紹介しましたが、今回はメス猫に関する話題です。女の子の魅力は可愛いだけではありません。とても興味深い真実が出てきますよ。驚くべき話ですが、猫はすでに妊娠していても、さらに新しい子猫を妊娠することがあります。そのため、一緒に生まれてきた子猫ではあるけど、父親は子猫によってバラバラ。ということも起こるのです。一体これはどういうことなのでしょうか。人間の場合、一つの受精卵が着床した時点で、妊娠期間に入り、別の精子を受精することはできなくなるため、父親の違う子供を一度に妊娠するというのは不可能です。しかし、猫の場合は、複数のオス猫の精子が同時に着床することもあり、そうなった場合、同じ子宮の中で父親の違う子猫を同時に妊娠できるのです。また、妊娠中でも妊娠ホルモンが低レベルだと、再度発情期を迎えることがあります。その結果、お腹の中に最初の子猫と新しく受精した子猫が共存することになるのです。これを重複妊娠と言いますが、これには問題もあり、最初の子猫を産むための陣痛で成長しきっていない新しい子猫も生まれてしまうことが多いのだとか。未熟児で生まれた子は無事に成長することが難しくなってしまいます。では、複数の父親から生まれた子かどうかはどうやって判断できるのでしょうか。それは、子猫の経路が様々であるかどうか、また、大きさや特徴が全く違っているかどうかでわかることがあります。ただし、父親同士が似ている場合もありますので、たとえ子猫がかなり似ていたとしても、必ずしも同じ父親を持っていることを意味するわけではありません。また、猫が一度に産む子猫は平均4匹で、多くても母猫の乳首の数を超えない8匹までが普通です。どの動物も母猫の乳首の数が不足しないようにできているのが自然の摂理ですので、一度に10匹以上生まれることがあれば、もしかすると、この重複妊娠なのかもしれません。ギネス世界記録に登録されている最長寿の猫は、アメリカに住んでいたクリームパフという名前のメス猫で、なんと38歳と3日も生きました。2005年に亡くなりましたが、未だにその記録は破られていません。そして、現在存命の猫の中でギネス記録最長寿の猫は、イギリスで暮らすサビ猫のフロッシー、現在27歳です。こちらもメス猫で、今は目はあまりよく見えず、耳も聞こえないものの、健康状態は良好だそうです。それから、ギネスには残念ながら認定されていませんが、日本で最高齢の長寿猫は、36歳まで生きたヨモコだと言われています。昭和10年に青森県で飼われていた虎柄の短毛猫で、こちらもまたメスですね。上野動物公園に呼ばれ、最高齢の長寿猫として表彰された記録もあるそうですが、36歳だという証拠がないことからギネスに乗ることはできなかったようです。意外ですが、人間に利き手があるのと同じように、ほとんどの猫にも利き足があるそうです。例えば、食べ物に手を伸ばす、階段を上がる、物をまたぐなどの場面で利き足を使うことがあります。そして、さらに興味深いのは、利き足の好みが性別によって異なるという研究結果があり、猫の場合、オスが左利き、メスが右利きになりやすいそうです。実際に猫で行った検証では、メス猫の 52% が右利き、27% が左利きだったのだとか。ちなみに、利き手の性差は人間にも見られ、人間の男性も女性と比べて左利きが多いようです。この違いがなぜなのかははっきりしていませんが、性ホルモンの影響で、右脳型になるか左脳型になるかで利き手に傾向が現れるのではないかと考えられています。データ上では、
メス猫はオス猫よりも平均して1から2年長生きする傾向があることが分かっています。ただし、性別によって平均寿命が異なることの根本的な要因は分かっていません。それよりも、猫の平均寿命を上げる要因として、他の可能性がはるかに高くなってきます。例えば、室内飼育か外飼いかでもかなり平均寿命が異なることを、こちらの動画でもご紹介しました。性別による平均寿命の前後はあくまでも傾向として捉えておくと良いでしょう。46万匹の猫のデータベースに基づいて行った研究では、避妊手術を受けたメス猫は避妊手術をしていないメス猫より 39% 長生きすることが分かりました。これにはいくつかの理由があり、まず、避妊手術を受けたメス猫は卵巣や子宮が摘出されるため、卵巣がんや子宮がんのリスクが完全に排除されます。また、乳腺腫瘍や生殖腫瘍、乳がんもかなり高い確率で予防できるそうです。そして、ほぼ確実に死に至る重度の子宮感染症であると言われる子宮蓄膿症も避けることができます。つまり、猫が致命的な病気にかかる可能性が低くなるため、長生きする可能性が高くなるというわけです。さらには、猫は発情期になるとそわそわしたり大きな声で鳴いたりします。交尾ができないのに発情だけを繰り返すのは猫にとってストレスになり、体調を崩してしまうことも。発情期は精神的にも肉体的にも消耗するため、避妊することでそのストレスを取り除くことにもなるのですね。猫の模様のうち、サビ、ミケ、麦わらはほとんどメスしか存在しません。サビ猫は黒とオレンジ色のまだらで、べっ甲のような2色の毛色を持ちます。三毛猫は白をベースにオレンジと黒の斑点が入った3色の毛色です。そして麦わら猫はオレンジ色の茶トラ柄と焦げ茶色の生地トラ柄がパッチワークのように混ざった模様をしています。これらの猫はオレンジ色と黒色の毛色を持つことが特徴です。そして2色以上の毛色を持つのはメスがほとんどなのです。なぜなら、メスは2本の X 染色体を持ち、オスは1本の X 染色体と1本の Y 染色体を持っており、毛色の遺伝子は X 染色体に1つずつ乗るため、オスは2色以上の毛色が現れにくいということになります。ただし、例外もあり、稀に X 染色体2本と Y 染色体1本を持って生まれるオスがいて、その場合、オスのサビ猫や三毛猫、麦わら猫が生まれる可能性があります。とはいえ、その確率はかなり低く、約3000匹に1匹しかいないそうです。メス猫はオス猫よりも性的な成熟が早いと言われています。平均的なメス猫は生後6から9ヶ月の間に最初の発情期に入りますが、春先に生まれたメスの子猫はその年の秋には出産可能になることもあるため、場合によっては生後4ヶ月で成熟します。つまり、猫は生後4ヶ月から発情期を始めることができるため、まだ子猫だと油断していると、子猫が生まれて慌てることになりかねません。繁殖することを望まないのであれば、避妊手術は早い方が良いですね。また、品種によっても成熟に差があり、例えば、シャム猫は生後4ヶ月程度で早く成熟することが知られていますが、ペルシャ猫は生後12ヶ月近くで成熟する傾向があります。猫の保護施設では、メス猫の方がオス猫よりも長く滞在する傾向があるそうです。具体的な調査結果によると、メスは平均 8.3 ヶ月、オスは平均 6.4 ヶ月施設にいたのだとか。これはおそらく、オス猫の方がメス猫よりも甘えん坊で愛情深いと信じられているためと考えられます。しかし、猫の愛情度合いや性格は育った環境にもよります。また、個体差はありますが、メス猫の方がおとなしく飼いやすい場合もありますので、猫を迎え入れる場合は、その子との相性などを重視すると良いかもしれませんね。野良猫の中で群れを作るのは、
主にメス猫とその子猫たちです。大抵親子や姉妹など血統のつながりがあります。大きな群れはこうしたいくつかの家系が集まったものです。そうやってメスは一緒にいて、お互いに助け合って子猫を育てたり守ったりする傾向があります。一方、オスはその集団で生まれても5から6ヶ月するとその集団から追い出されてしまいます。なぜなら、近親交配を避けようとする猫の本能ゆえなのです。そのため、野良猫のオスは基本的に単独生活をしますが、血縁関係のあるメス猫の集団の近くに縄張りを持つようになるそうですよ。一般的にはメス猫は攻撃的ではないため、地域のボス的存在になるのはオス猫だと考えられます。しかしメス猫が自分の領域を守り、ボス猫の座に君臨していることもあるようです。野良猫の場合、住んでいる地域によってはオス猫がほとんどいないため、メス猫がボス猫の役割を担っていることがあるのです。ボス猫の条件は、喧嘩が強く、侵入者の侵略を阻止できる力を持っていることなので、この条件を満たしていればメス猫がトップに君臨することもあり得るのですね。メス猫に最もよくつけられる名前はモモだそうです。可愛らしい女の子の雰囲気が感じられますね。食べ物にちなんだ名前は長年人気があり、経路を連想させるようなマロンやモカといった名前も人気です。そして最近はきなこやあずきといった和風の響きが感じられる名前もトレンドだそうですよ。メス猫はツンツンしていて懐きにくいなどといった声もありますが、群れを作って子育てをするほど愛情深く協調性もあるのです。自立したしっかり者もいれば、おっちょこちょいな子もいて、時にはボスにもなる。そんな風にみんなで助け合って生きる女子たちが素敵だと思ったら、高評価やコメントをお願いします。